この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、表情が魅力的なイラストですよね。オスムさんの作品でタイトルはまどろみ。はじめまして、オスムと申します。この度はありがとうございます。いつも先生の動画を見て頑張っています。現在 iPad、クリスタを使用してイラストを描いています。まだ絵柄が安定しませんが、衝動的に描きたいものを描く生活をしています。今回、今までよりもうまくいったので、この機会に成長するために応募しました。この子のイメージは儚さです。ふわっとかつ透明度のある儚げな乙女をイメージして描きました。サイドの低い色を優先して使うことと、髪の毛の透明度を特に意識しました。そしてポーズ、遠近感、背景に挑戦しました。服の質感、ポーズ、遠近感、背景、小物が手探りです。他にも全体を通して気づいたことを全て添削をお願いいたします。自分の励みになるのでビシビシと指導してください。よろしくお願いします。とのことです。いやー、衝動的に身の回りのものを書かれているということですが、しっかりとね、全てのものを書き込もうとする意気込みが伝わってきますね。ほら、ぬいぐるみの柔らかな質感とか、それとね、iPod と鏡と、そしてマニキュアの瓶など、質感がね、きちっと書き分けられていますよね。こういった細かい書き分けから、オスムさんの熱意と、そして何よりも絵を楽しんで描かれていることが伝わってきますね。そしてですね、僕が何よりも感心したのが、視線誘導についてです。視線誘導、つまり、見てほしい部分に目が行くっていうことです。この絵はですね、見てほしい部分に目が行って、余計な部分にはね、あまり目がいかないような工夫がされているので、非常にですね、見やすい画面作りができているんですよ。コメントでもね、サイドが低い色を意識的に使ったっていう風におっしゃっていましたよね。その効果、すごく出ていると思います。これはね、知っていてやっているのか、それとも知らず知らずに感覚でやっているのか、いずれにしろ客観的に自分の絵がどう見えているのかっていう部分がある程度理解できているように思うんですね。客観性っていうのは絵を描く上ではとても重要なので、オスムさんは絵描きに必要な素養を十分兼ね備えられた方だなっていうふうに思いました。素晴らしいです。でね、今回何を添削していくかなんですが、ズバリうまく見える構成についてです。モチーフをうまく描くことと絵がうまく見えることって実はですね、ちょっと違うんですよね。この絵は個々のモチーフはすごくよく描けているんですが、絵としてはですね、もうちょっとよく見せる余地があると感じました。その辺について今日は添削を通して解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まず最初に調整したいのはですね、ここですね。ここです。小物の配置。ここをちょっと調整します。やってみます。はい、こんな感じです。ちょっとね、ぬいぐるみが消えちゃったんですが、後で出てくるので安心してくださいね。でね、こう直した理由も後から詳しく解説するんですが、この絵にとって小物の一個一個を画面全体に入れる必要ってあんまりありません。なんでかっていうと、この小物類ってこの女の子の内面の象徴だと僕は読み取ったからですね。これをね、最初に説明しちゃうと長くなってしまうので、後で解説します。どういうことなんだろうっていう風に想像しながら続きを見てくださいね。はい、ここにね、楽譜があるので、楽譜に書き込むためのペンも追加してみたいと思います。はい、こんな感じ。次はですね、髪の毛の広がりを調整します。こうです。
はい、こんな感じ。髪の毛を調整しました。髪の毛をブワーッと広げてみたことによって、単純にね、絵的な見栄えも良くなりましたよね。ほら。ほら。ね。これはですね、結構効果が高いですね。そしてこの髪の毛の感じ、ちょっとね、バサバサーっと乱れた感じだったり、見え方によっては、ベッドに根っこを張ったようにも見える髪の毛の広がりは、この絵のテーマにも重要な要素になると思います。この絵のテーマ、一体何なんでしょうね。だんだん気になってきましたよね。さあ、次はですね、このぬいぐるみ。このね、さっきちょっと非表示にしたこのぬいぐるみですね。これはですね、多分小さい頃からずっと持っていたような、そんな思い出のぬいぐるみにも見えるんですが、この子はですね、結構この中でも重要な要素なので、こうしちゃいます。はい、すいません。勝手にですね、抱きかかえられるぐらいに大きくしてしまいました。理由はですね、やはりこの絵のテーマに関係してきます。はい、もうこれ以上もったいぶらずに、この絵のテーマについて触れていっちゃいますね。オスムさんはコメントの中で、透明感のある儚げな女の子を描きたいとおっしゃっていましたよね。ただですね、僕はこれだとまだ不十分。もしかしたらオスムさんは、オスムさんが自分が描きたいと思っているものの半分しかご自分で認識できていないかもなという風に感じました。それはなぜかというとですね、オスムさんがなぜこの絵で儚げな女の子を描く必要があるのかという部分です。これはですね、あくまで僕の想像ですが、タイトルがまどろみなので、この女の子はベッドで暖かい布団に包まれて、まだここから出たくないなーって思っているんだと思うんです。それと同時に手鏡、コスメ、ラブレターっぽい手紙、子供の頃から持っているようなぬいぐるみ、そして一方で、おそらく音楽を学んでいる女の子なんでしょうね。楽譜や音楽を聴くための iPod なんかが散乱しています。このこととタイトルを重ね合わせてこの絵を見てみると、このまま大人になりたくない子供のままの自分、そして大人になっておしゃれをもっと楽しみたい、そしてもっともっと楽しい外の世界を知りたい自分、そして将来音楽の道に進みたい、夢を追いかけたいと思っている自分、それらがね、もう同時にブワーッとやってきてしまって、ワクワクを通り越してね、いろいろやりたいことあるし、やらなきゃいけないこともある。もう、何をすればいいの私は。なんかめんどくさくなってきちゃった。なんてね、いろいろなことが億劫になってしまって、もう、ここから動きたくない。もう今はただただこのベッドの上でまどろんでいたい。なんていう、そんな一人の女の子の等身大の姿を描いたイラストだと僕は感じたんです。なので、作品のテーマを一言で表すと、モラトリアム。このテーマをね、オスムさんは書きたいんだと僕は想像するんですね。どこにもね、そんなこと書いてあるわけじゃないので、全部僕の想像ですよ。全然違ってたら、ごめんなさいね。でも僕はそう感じました。未来に立ち向かっていくような強さが、まだ自分の中に強くあるわけじゃない状態を表現したい。だから透明感のある儚げな女の子を描く必要があるんだ。そういったことを自分の中で整理することによって、じゃあこの絵をどうすべきなのかというのが自分の中で明確になってくると思います。もしかしたらですけどね、オスムさんご自分のことを描いている作品なのかもしれないなという風にも感じたんです。なのでこの画面には自分の殻に閉じこもった内側の世界と自分の殻の外側の世界、これを描く必要があると思います。それを意識してこの画面を見るとですね、まずは下準備としてこうですね。はい、窓から差し込む眩しい光を描き加えてみました。これがさっき言った自分の殻の内側の世界と自分の殻の外側の世界の表現です。光がまだ当たっていないこの辺の場所はですね、
未来を夢見つつも今までの自分の世界、自分の殻の内側の世界、自分に優しい世界ですね。そしてそれと対比して光が当たっている部分は、これから自分が進んでいかなきゃいけない世界、自分の殻の外側の世界、自分にとって厳しいかもしれない世界です。あっちに行きたい気持ちもあるし、そもそも行かなきゃいけないということも分かっているんだけど、まだここで自分の中に閉じこもっていたい。優しさに浸っていたい。そんな葛藤をですね、この光を一筋付け加えたことによって、対比、表現することができると思うんです。でね、光が加わったことによって、手のポーズもちょっと変えた方がイラストに合うかもしれません。こうしてみましょう。はい。こんな風に顔の前に手をかざすことによって、さっきも言ったですね、自分の殻の外側の世界から差し込む光。眩しい。あっちに行きたい気もするけど、ここにまだ留まっていたい。そういうね、ニュアンスをこの手によって表現することができると思います。そして忘れちゃいけない。ここで一つ光を描く時のコツがあります。この一手間を加えると、光が急にピカッと光って見えるんですよ。やってみますね。はい。このですね、光と影の境目の部分をオーバーレイレイヤーとかハードライトレイヤーによって鮮やかさ、彩度を上げてあげるんです。そうすることによって光がね、より光って見えるようになるんですよ。ほら。ほら。光って見えますよね。こう見えるようにするためには、この際の部分、ここの彩度を上げてあげればいいんですね。簡単な一手間なので意識して取り入れてみてくださいね。さあ、もう勘がいい人は分かったと思います。僕が最初に言ったモチーフをうまく描くことと絵がうまく見えることはちょっと違うといった理由。そして今回の添削のポイント、うまく見える構成とは何か。それはですね、モチーフを通して何を言いたいのか、大テーマを考える。っていうことなんです。オスムさんはですね、この絵を身の回りの小物を描きたいという思いから描き始めたと思います。多分その時点では、その奥にある大テーマのことまでは考えていなかったかもしれません。それはね、全然それでいいです。ただ、描き進めていくうちにちょっとだけ考えてみてほしいんです。あれ？自分ってなんでこの小物を描きたくなったんだろう？なんで儚げな女の子を描きたくなったんだろう？そこにはきっとおすむさんなりの理由があるはずなんです。その理由に自分でも気づいていくための行為。それがね、絵を描くということの一つの目的でもあると思うんですね。そしてそれに気づいた時、オスムさんの中でもこの絵をどのように表現したらいいのかが明確になりますから、結果的に最適な表現ができるようになり、周りの人にうまいと感じさせるような納得感のある絵を描くことができるようになるんです。ちょっとね、今言っていることめちゃくちゃ難しいこと言ってますから、一回じゃ理解できないかもしれません。ですが、何度かこの動画を見ていただいたり、あとは少し時間が経って自分が成長したなって感じた後で、またこの動画をもう一度見ていただければ、ああ、これってそういうこと言ってたんだってね、分かってもらえる日が来ると思います。一回で理解できなかった時には、また何度かこの動画に戻ってきてみてくださいね。さて、今回お伝えしたかった大テーマ。これについては一通りお伝えできたんですが、ここからちょっとだけ細かい点を調整していきたいと思います。まずは、儚げな女の子っていうことですから、儚さを少し強調していってもいいかもしれません。例えば、こんな風に。
はい、少しだけね、首を細めに調整してみました。この辺りは好みですから、必ずしもこうするのがベストというわけではありません。変更前の首でも十分に魅力的ですし、このままでも全然 OK ですね。あえて添削するならです。で、さらに、インナーのシワですね。これもやってみます。はい、これも結構細かいんですが、インナーが直線的だと肌にぴったりくっついているということになるので、パンと張った肌の表現になります。儚さの表現であれば、首と同様少し華奢さがあってもいいかもしれないので、こうやってシワを描き加えることでインナーと肌との隙間があり、痩せていることを表せると思います。あとは表情についてですが、光が当たっていて、やだな、眩しいって思っているはずですから、少し目を細めてね、眩しそうな表情に調整してあげてもいいと思います。やってみましょう。はい、こんな感じ。それと少しですね、手の影のおかげで目が沈んでしまって目立たなくなりすぎてしまった感じがあるので、目の色も持ち上げてあげます。はい、反射光も相まって綺麗なブルーの瞳になりました。さらに透明感や儚さがアップしたようにも感じますよね。それと寝転んでいるので、髪の毛が首元にかかっても密度感がアップするかもしれません。やってみます。こんな感じ。髪の毛は密度感をアップして見栄えを良くするためにとても有効に使える部分なので、少し密度感が足りないっていう時にはこういった調整をしてみるといいと思います。で、最後の仕上げですね。まだ少し密度が足りないなっていう時にはこうするのもありです。はい、こんな風にね、ところどころに光の粒を描いてあげて、そして指先ツールでこんな風にちょっとだけぼかしてあげる。はい、全体的にね、こんな風にぼかしていきますね。やってみます。はい、そうするとこんな感じに見えます。ちょっとね、動画では見えるかわからないんですが、アップにして見てみましょう。はい。こんな感じですね。離れてみると、この変化です。結構微妙ですけど、こうすることによって空気中の塵を光が当たっている部分だけ描いてあげることができます。光が差し込んでいる部屋とかってよく目を凝らすと光が当たっているところだけにキラキラキラってね、塵が光って見えることがありますよね。それを描いてあげることで密度感と、そしてその場の空気感を書き表すことができると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。今回の添削ではうまく見える構成ということで、絵を描いている途中でもいいから、なぜ自分はこのモチーフを描きたいと感じたのか、それを考えてみることによって、そのモチーフを通して自分は何を伝えたかったのか、大テーマを発見することができ、それを発見することによって絵をさらに魅力的なものにすることができるというお話をしました。大テーマ、ちょっとね難しすぎて今回の動画だけではわからなかったという
いう方はですね、こちらの動画、僕が絵を通して本当に伝えたかったことを言いますをご覧になってみてください。僕が6枚の作品を通して言いたかったこと、大テーマについて作品ごとに丁寧に解説した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。